あっち側のやつが白いですよね。この辺のやつがだいぶ白になってるけど、これでもう十何年ぐらい置いてます。最初の頃のやつなんで。こっちも全部作ったやつですよね。はい、これも全部パンで、これがオープン前やからもう14、15年ぐらいになりますよね。これ全部パン。はい、あと紐とかはあれなんですけどね、縫うてあるやつはあれですけど。僕見たことない。ないでしょ。だから結構日本でもうちだけかなと思ったりはするんですけどね。ただ時間がかかるからやっぱり普通のパンを優先的にするんで、もう休みの日でないとできないですね。なんていうかな、あんまりイーストを入れると気泡がやっぱり大きくなるんで、そうすると日持ちがしないんですよね。だから目を細かくせんとすぐボロけてくるんで、だからまあ普通の焼いたパンでも飾っときゃ飾りパンなんですけど、ただ普通のパンはもう気泡が大きいですよね。クラムが大きいんで、それが大きいとやっぱりこう乾燥した場合ポロポロかけてくるんで、壊れない日持ちするパンっていうんですかね、それを大体目指してるんですけど、水を少なくせんと大体普通のパンで60、70ぐらいまで、まあそのものによるんですけど、で飾りパンの場合も40何分ぐらいで調整して硬いめの生地でやっていきます。これで 7g の生地なんです。これ一応うちでレトロバッグみたいな、これ考えて細くしとってもやっぱり成形とあれでひねりが出てくるんで、普通のエピっていうやつなんですけど、まあこれは生地が 7g なんです。一応 7g の生地で、うちでは一番大きめの生地ですね。飾りパンのこういう形では一応大きいんで、それで小さいやつはこれを半分にすると大体 3.5g ですね。これでエピをこう作っていくっていう感じなんですね。これを大体6カットが通常みたいですけど、やっぱりちょっと見栄えがいいようにちょっと多めにはカットするんですけど、これで一応7つカットして、これをまあ重ねていくようなこういう形ですね。こう形、まあこういう形ですね。色をつけた生地を中に入れて、ベーコンみたいな感じに見立てて、ちょっとライ麦を配合に入れて、それちょっとグルテンを抑えるような形で、あとはまあ生地の状態を見て冷蔵で寝かすなり冷凍で寝かすなりにして調整して。これそもそもなんで作ろうと思ったんですか？飾りパンでなんで作ろうという、やっぱり食べるだけやったらもうその場で終わってしまうんで、やっぱりちょっと長く見てみたいっていうのもあるし、やっぱり楽しみがありますね。飾りパンの場合は日にちが経って白くなって焼き直したらまた元に復活するし、焦げた場合でもまた色がちょっとまた普通にだんだん戻ってくるんで、それがやっぱりいいですよね。長く見れるんで。いつも食べるパンばっかり相手してるでしょ、大体。よそはね。結構儲かるものなんですか？いやー、そうでもないと思いますよね。これやっぱり
儲けるって結構ね、飾りパン仮に売ってはるとこがあったら結構高いと思いますよ。普通の日は多分もう仕事終わってからでないとできないですよね。その感覚やったらやっぱりちっちゃくてこの値段って言われたらね、やっぱり高いですよね、普通のパンに比べると。まあ材料に関してはね、やっぱり2グラムとかやからその分は全然大丈夫なんですけど。友貝さんはもともとずっとパン職人だったんですか？そうですね、大学時分からアルバイトでやってから結構長いですよね神戸の方、大阪とか神戸とかでやってましたけどね。だからもうパンがで、まあうちのパンは小さいんですけど、よそのパンに比べると小さいんで食べやすくは思うんですけど、まあ最初オープンした当時はこれね、男性の方はやっぱ物足りないから結構ね言われましたけどね。今はやっぱりお子さんとか年配の方は結構喜んでいただいて。それでこれちょっとしばらく乾かして、それでもう一回卵塗って焼いたら結構ツヤが出るんですけど、これは卵に、はい、卵一応全卵で塩を入れて、卵を塗ってどれだけラックタイム取るかによってツヤが変わってくるからね。カナリパンの場合はこれ砂糖が入ってないんでなかなかやっぱりいいですね。まあ砂糖入れると虫食いよりか入れたんですけど、はい、こういう形ですね。こっち側が4グラムでこっち側が7グラム。こういう感じでリバースで通して抜いていってもらって、これで休むという段階。2グラムになるんですね、これ。2グラムの生地になって、2グラムのプレッツェル。もとこういう細かい作業が好きなんですか？ああ、そうですね、好きですね。結構好きですかね、昔から。ああ、これだけ小さくできるんやなっていう感じで、自己満足じゃないですけど。これの場合はこの小さいやつはニスとか塗ってないんですけれど、日持ちさすやつはやっぱりニス塗ってきれいにテカリ出してっていう感じで。
それとあと日本の場合は梅雨がある四季があって梅雨があるんで湿度が高くなってまた乾燥するとパンなんで一応湿気を吸いますよね。で乾いたら割れてくるんですよ。やっぱりやり方を工夫して考えて作るっていうのが結構好きですかね。塗らないですね。こっち側はやっぱり子供さんとかがね口の中に入れると思うんで多分硬いですけど、まああそこの飾り用のやつがよう口の中入れはるんでね子供が。あっちはニス塗ってる。あっちも塗ってない。この小さいやつはできるだけ塗らんようにしてるんですけど、ただフランクフルトとかあとコロネも塗ってたかな最初は。コロネとかあとああいうハムロールとかああいう系はやっぱり塗ってますね。塗るとやっぱり時間かかるしやっぱりそれだけ手かかるからやっぱり普通に1ヶ月とか経っても食べれる。それはやっぱり衛生的にどうやまあ食べはるのは勝手なんですけど、だから一応こっちは飾りパンの方は食べないでくださいっていう感じではしてますけどね。ただその犬がおったりすると犬は食いよるんでね、だからやっぱりミスの塗らん方がいいんでね、どっちかというと小さい方はもう塗ってないですねこっちのやつは。まあ置いとったら乾燥はしよるんですけど、やっぱりしっかり焼いたりすると割れも少ないですけどね、後からの割れが。やっぱりこれでちょっと柔らかいとかすると後でまたあっちにまた乾燥しよるんで、その時割れが発生しよるんで、まあだからこんなんやったらもうそのままただこんなん俺安いですからねただ今はまだあれですけど、それ梅雨時はやっぱり重たいですよ、水分吸いよるんで。ほんならまたちょっとオーブンで水分飛ばしてもうて掘り込んでもうたらちょっとぬくめてもうたらね虫もつかないんでカビも生えないんで。あんまりめちゃくちゃ酸っぱいのあんまり良くないですけどね。飾りパン長年やってきて、はい、なんか気づいたことというか。いやこれはやっぱりやってて気持ちいいですよね。なんていうのかな、イーストも少ないから状態生地の状態っていうかそれが長いんですよね。まあ普通のパンでも一緒ですけどね、そのオーバーナイト法とかいろんな方法があっていい時間を長く取れるパンとか、ストレートなんか短いですから時間がその間にも処理していかんとダメでしょ。ストレートとかやったら時間との戦いから発酵との戦いやから、だからやっぱり年いくとねそのパン屋はやっぱりしんどいと思いますよね。生地に負けて追われますよね生地に。だからもうなめてんかいうぐらいに発酵しおるからほんならやっぱりパンできないんでね、それなりに。そういうふうでやっぱり飾りパン
見てやっぱり喜んでもらえるんでね、買う買わんはともかく、だいたい店の名前が小さなパン畑やから、小さいパンが多いんですけど、やっぱり小さいパンの方がいいですね。ずっとパン食べてるから大きいパン食べれないんですよね。おいしく食べたいっていうのがすごくあって、その高級でどんだけ美味しいものでもたくさん食べると絶対嫌になりますよ。餃子やないけど12枚ボーン持ってこられてってね、あんなもそうやけど、それはちょっと嫌なんで、やっぱり小さいパンをたくさん美味しく味わって食べたいっていうので、まあ一応店のパンも小さくしてっていう感じですね。これ私自体も1個普通のパン1個食べるのがやっぱりきついんでただやっぱり手間はかかるし、値段がそれだけ取れるか言ったら取れないですからね、小さかったら。飾りパンの場合は焼き時間がかかるから結構普通のパンやったら真っ黒けですからねこんだけ焼いてたら。だいたいうちのパンで4分のパンがあるんですけどね、4分で焼けるやつがあれなんかもう秒ですぐ黒くなるんで、色が塗るから。大体何倍ぐらい焼くんですか？飾りパンですか？これでなんで20分30分ぐらいは焼きますかね。あ、そうですね、5倍はいりますね大体。だから小さくてもそんだけ焼かんとダメやから結構ね。電気代もバカにならないですよ。そうなんですよ、電気代むちゃくちゃ高いですからね今、電気代が。でもやっぱり飾りパンはやめないんですか？やめないですね。多分普通のパンはやめても飾りパンはやめないと思いますね。これはいいですね、飾りパン。やっぱり結構日持ちするが、ほんまにどのぐらい何年ぐらいいくんかなと思ったら20年は絶対いけると思うんですけど。それはもうパン屋も大変ですわ、それは。その売れるからってこうなんぼでも出すとえらい目になりますからね。要はお客さんが買ったパンっていうのがそれが全てやから、ね、100個作ろうが、ね、中の10個があかんかったらその10個が全てになりますよ。それはやっぱりほんまに考えながらせなあかんなと。ここね田舎ですやんか、はっきり言って。私は大阪のほんまのねすごいところにおったもんやから、こっち側来て田舎やからやっぱりあんパンとかが売れるやろって思っとったんやね最初は。あんパンあんこ系で揃えようかなと思って作っても全く売れないなんで？あんこがダメなんでしょうね。だから地域によってね作ってみんと分かれへんし、やっぱりその地域性があるからなかなかね。結果的に何が、刺さったというか。何が刺さったんですかね。要はもうやっぱりお客さんの好みのパンをこっち側がやっぱり考えて作っていって何が売れるかっていうのと、やっぱりお客さんとのコミュニケーションですかね。やっぱり常連さんはやっぱり大事にせなダメやからっていうんで、常連さんのパンがないとやっぱりダメだなっていうことで、やっぱりそのブームってありますやん、はい、流行りとか、はい、それを追うとやっぱりねえらい目になりますからね。大体がこのぐらいの色合いですけど、で飾りパンの場合こうやって見れませんが、普通のパンやったら見れないですからね、落ちるからこれの場合はだからほんまに気楽にね開けて触ろうがあれしようが
まだにちょっとはね最初の頃に比べると食っていけるかなぐらいになってきたけど、やっぱり毎日がねどうなるか分からへんから、やっぱり考えながら、いつもそう思いますよね。明日は大丈夫なの大丈夫なのってやっぱり常に思ってますよ。結構数も結構数えてないからあれですけど、何千って多分あると思うんですよね、数も。時間かけようが別になんでこんな高いねんって言われると、これでも安いんちゃうかなと思ったりするんですけどね。うさぎパンちょっと変えられたら一緒やからというんで、実用新案、はいはいはい。そっち側にした方がいいって言われて、なそんなんが後からやりだしてもうちが一番ですって言えるから、そしたら日本で初めてこの棚が日本初や。これそれでこうなる、照明が実用新案してな、本当だな、じゃこれ日本でうちが初めてです。20年以上は作ってるで、ここで15年やから、いや30年ぐらい前ぐらいからもう作ってるやろな。分かるな、生地の状態と。だから作るものによってその力具合とその寝かし具合によって膨れる膨れへんと段階が来る。力強いとこんなに膨れてくるから、ちょっと目が小さかった。これはちょっとあかんな。そう、これ目が締まってくるから、ここをもう一回潰さなあれ何回も微調整がやっぱいるんですね。そうこれちょっと膨れそうから状態があんまり良くない。だからなんか生地が元気すぎるからもうちょっと寝かさなあかんかな。普通飾りパンって20年も持つもんなんですか？いやどうなんやろな、うちは持つと思うで。わしが作った
20年は最低持たない嫌やなと思って。ただある程度メンテは焼き直しはいるけどね、焼き直すし、やっぱりパンやからカビもそうやけど虫もそうやけど気をつけたらこれで焼き直す、こんなの焼き直してる。家のオーブンでもいいんですか？家のオーブンでも多分これでもう焼いても多分大丈夫だと思うけどな。180。一応これでも、大丈夫やとはお父さんには説明してるはずやけど、だからもうこんな時間かけて30分も40分も焼いてカリカリでこういう状態にしてもらわんとやっぱり日持ちせえへん。日持ちするパンを作るのが難しい。飾りパン結構こういう感じ。これ一回木膨れしたやんか、はい。日持ちがしなくなる。膨れて落ちたら空洞になってあれになるからな、あんまりよろしくない。系列はちょっとしゃあないかなと思うけど。可愛い顔してるわね。何でもおるよここ。どっちがいいかな。ちょっと熱いかな。一回焼くで目が埋まるから。これはこういう感じ。地元の目ん玉をはっきりさすのか。今こんなんやろ、中で膨れてるからパンが
それでもう一回中を潰す。顔がボケるから嫌や。別にせえへんかったらせえへんかったら全然違うなこれ。こういうのは目が命やから、やっぱり目をはっきりささんとダメやから、こういうボケた顔のやつは目をパカッとしてこうクキッとこうはっきりさす。それでもう一回勢いで。これ美味しいですよって言われへん。言ったことなかったなあ。